どうしてこうなった？海外版で変更された衝撃の設定4選。機動戦士ガンダムは富野義行氏によって生み出された日本を代表する作品の一つですが、その人気の高さから海外へも広がり、世界中の方に愛される作品となっています。しかし当然ながら国によって文化は異なっているので、海外に売り出すためには各国の文化や宗教などに配慮した内容に変更しなければなりません。今回はそんな海外版で変更された内容を4つご紹介させていただきたいと思います。なお解説の都合上ネタバレを含みますのでご注意ください。1、機動武闘伝 G ガンダムのモビルファイター名称。機動武闘伝 G ガンダムに登場する機体のいくつかは海外版で名称が異なっています。まず後半の主役機であるゴッドガンダムです。ゴッドガンダムは英語版の名称がバーニングガンダムに変更されました。日本語でゴッドが神を指す言葉なので、ゴッドガンダムにすると宗教的なタブーに触れるという理由でバーニングガンダムに変更されたと言われています。なおゴッドフィンガーも同様に変更されているので、劇中では爆熱ゴッドフィンガーではなくと叫ぶようになっています。本作のラスボスであるデビルガンダムはダークガンダムに変更されました。なおデビルガンダムは元はアルティメットガンダムと呼ばれていましたが、アルティメットガンダムはそのままの名称になっています。その他にも宗教的な名称を避けるため、ネオエジプトのファラオガンダムはマミーガンダムに変更され、ミナレットガンダムはサイスガンダムに変更されました。この他にも放送コード関係の理由によっていくつかの機体の名称が変更されています。ジョンブルガンダムはジョンブルという言葉がイギリス人の方に対する別称にあたるということで、一転してロイヤルガンダムに変更されています。ガンダムマックスターに敗れたモビルファイタースカッドガンダムはデザートガンダムという名称になりました。ネオメキシコのテキーラガンダムはスパイクガンダムになっています。マタドールガンダムは闘牛士を意味するマタドールから雄牛を意味するトロに変更され、トロガンダムになりました。ネオーランダのネーデルガンダムはハリケーンガンダムになりました。なおネーデルガンダムは決勝までの11ヶ月間風車小屋に偽装しており、戦わずに決勝まで残った珍しいガンダムですが、その不思議なデザインと劇中での扱いからか、あまたの機体を差し置いてハウステンボスの企画で登場するなど不思議な人気を誇っています。シュバルツブルーラーが狩るガンダムシュピーゲルはシャドウガンダムに変更されました。シュピーゲルとはドイツ語で鏡を意味しますが、シャドウすなわち影のガンダムに変わり、シュバルツのキャラクター性と合っていて、シャドウガンダムもかっこいい感じがします。クーロンガンダムは覇王ガンダムに変更されました。クーロンガンダムはリュウハトウホウフ杯マスターアジアが登場して第13回ガンダムファイトで優勝し、さらに師匠の圧倒的な強さも相まって視聴者の度肝を抜く活躍を見せつけた機体だからか、この機体名だけ覇王という言葉がそのまま読まれています。2、PS2 用ゲームソフト巡り合い空のパッケージアート。機動戦士ガンダム巡り合い空は2003年にバンダイから発売された PS2 用ゲームソフトです。映画版機動戦士ガンダム3巡り合い空をゲーム化したもので、ジャブローから飛び立って以降宇宙で戦いを繰り広げるホワイトベース隊の活躍を描いた作品です。宇宙空間戦闘は方向が分かりにくくなるので不人気になりがちですが、本作ではユーザーが受け入れやすい操作性を考えて作り込まれており、高い爽快感が味わえます。またガンダムで戦い抜くストーリーモード以外にも、シャアーズナブルをはじめとした数々のキャラクターたちのストーリーを楽しめるモードなどもあってボリュームも豊富です。そんな本作は日本版のパッケージアートには主役機であるガンダムが描かれていますが、海外版ではなぜか GP01 フルバーニアンが描かれています。メインストーリーはあくまで機動戦士ガンダムであり 0083 ではないのですが、もしかしたら海外向けにはフルバーニアンの方が受けがいいのかもしれません。3、ヨーロッパのガンプラパッケージアート。ガンプラはパッケージアートのかっこよさも魅力の一つです。様々な魅力を持つガンプラパッケージアートですが、海外でガンプラを売り出すにあたり、国によっては規制に抵触しないようにしなければならない場合があります。その一つとして日本向けパッケージアートからヨーロッパ向けに書き直されたものの一つがこちら。
ベストメカコレクション144分の1シャア専用ザク。これは1980年7月に発売されたキットのパッケージアートです。機動戦士ガンダムが放映された1979年当時、制作陣はガンダムの商品化に苦労されており、放送が1980年1月に終了して2月にバンダイがガンダムの商品化権を取得します。そして同年7月に初めてガンプラが発売されました。このアートはそんな始まりのガンプラベストメカコレクションシリーズの一つです。日本版と比べるとザクマシンガンを持っておらず、なんとも不思議な指差しポーズになっています。これはヨーロッパにおける玩具パッケージコードの規制で、子供向けの商品では重火器を手に持った絵が問題になることからこのように差し替えられています。当時の多くのガンプラパッケージのイラストは長谷川正幸氏によって描かれていますが、この差分を書くにあたってイラストボード上で以前の原稿の手と武器の部分を潰して上から武器がない手を描いていることが明かされています。なお同じ理由でヨーロッパ向けにイラストが変更されている機体が他にも存在します。100分の1ガンキャノンはビームライフルがなくなり、なんとも寂しい右手になっています。ちなみに背景はホワイトベースのような、そうでないどこかのドックのようにも見えますが、日本版も EU 版もなぜか段差から少しだけ飛び出して宙に浮いた瞬間のような構図になっています。100分の1シャア専用ザクはザクバズーカがなくなりました。ガッツポーズを決めているのか踊っているのか不思議なポージングになっています。100分の1シャア専用ゲルグーはビームライフルがなくなりビームナギナタになりました。ザク2も同じくザクマシンガンがなくなり、こちらはガッツポーズになりました。ちなみにガンキャノンはともかくザクはヒートホークを持たせれば良さそうな気もしますが、ヒートホークは付属しておらず別売りの武器セットにしか入っていないということで、このようになったことが明かされています。なお100分の1ガンダムはバズーカからビームサーベルに変更されていますが、体の向きや前に出ている足が左右逆になり、背景にはホワイトベースが追加されているので一から書き直しているように見受けられます。さすが主役機。4. ククルス・ドアンの島。ククルス・ドアンの島とは機動戦士ガンダム第15話のタイトルククルス・ドアンの島のことを指します。この第15話の内容は連邦空軍からの緊急侵攻を受けてコアファイターで近くの島へ向かったアムロがジオンの脱走兵ククルス・ドアンという男と出会う話です。ククルス・ドアンについては機動戦士ガンダムジオリジン MSD ククルス・ドアンの島という漫画が刊行されており、ドアンの過去が描かれていますが、2022年6月に劇場公開予定のククルス・ドアンの島についてはこの漫画版ではなくテレビ第15話に準拠した内容になることが明かされています。そんな第15話ですが、米国版制作時に富野義行氏の判断でカットされており、現在発売されている米国版ブルーレイでも15話が日本版16話にあたるセイラ出撃となっています。なお2002年ニューヨークで行われたアニメエキスポにて富野義行氏へその理由を伺ったインタビューの内容によると、理由はあるもののそのスタッフがまだ生きているので答えることはできません。長い話なんですと語られています。アメリカでは1998年機動戦士ガンダム劇場版第1作0080ポケットの中の戦争0083スターダストメモリーの3作を発売するも失敗に終わり、2001年に新機動戦機ガンダムウィングが好評を博し、続けてテレビ版機動戦士ガンダムが放映されましたが人気が振るわず、同枠では新機動戦機ガンダムウィングの再放送が行われています。ネットで脱走兵戦争アメリカと検索すると2001年前後の話がいろいろと出てくるので、そういった話につながることを控えるためにカットされたと考察することもできます。もしかすると劇場版はテレビ版と違い、米国版でカットされた理由に気づくことができる何かしらの変化が取り入れられた作品になっているのかもしれません。以上、海外で変更された設定4つをご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。国内ですらシャアはデザイン当初は額に傷があるキャラとして描かれたものの、包装コードに引っかかるという理由で傷がなくなったという話もあります。
ガンダムをグローバル展開するには一筋縄ではいかないという制作陣の方々の苦労が伺えます。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。